韓国ソウル地下鉄トンデムンヨクサムナ根音駅。着いた駅名が長い DDP か。ただ後ろにはそのトンデムンデザインプラザが見えてる。さて今日行くところはこっち。もう完全に春。そんな暖かくなったトンデムンの街をコチュワサビが今日も行く。駅の13番出口を出るとすぐに大きな交差点。こっちか。グンモーニンシティの裏の道か。よし行こうか。ネクタイも春の風に揺られる。ひたすらまっすぐ来た。お、綺麗に咲いた桜。やっぱり見とれてまうわ。こうやって桜が見れる時期は短い。そんな俺はラッキー。めっちゃ気持ちよさそうに寝てんねんけど。あれ？みんなこの中入っていくんやけど。何？うわぁ。ここも綺麗に咲いてる。みんな写真を撮りに来てるみたい。ここは国立中央医療院。古くて大きな病院やけど、今日行く店のちょうど真ん中ぐらいにある。そこも通り過ぎてまっすぐ。また寝てる？歩いてくると突き当たりにぶつかる。目の前にはヒョンデシティアウトレット。この建物が見えたら左。打って変わっていきなりディープな通りに入ってくる。この変わりようがなんとも東大門らしい。着いた！早くもう少し。남들보다 일이 좀 멋멋이 하러 왔어요。今日のお店はチョニルサムゲタン。店の前に大きく立ってる看板にはなんと1日80匹限定。ホヨンマンさんも来られたってこと。帽子かぶってきたらよかった。すぐ横の店はこれはミシンの部品とか売ってんの。さあ今日のお店は2階なんよ。ほんまにこんなところにお店なんかあんの？書いてるわ。80匹の鳥の鳴き声が聞こえる。今日のお店に入店です。こちらのメニュー、なんとメニューはサムゲタン一つだけ。お酒のメニューも焼酎ビール、高麗人参の酒、あとはサイダーなんかがあるけど眩しいぐらいにシンプルね。メニューはサムゲタンのみ。じゃあ早速注文していこうか。삼계단 주시고요. 그리고 진로도 한 병 주세요. 예. これで OK。 あれこれは81匹目に数えられますなんて思ってるところに用意していただいた基本のおかずは角的、玉ねぎの和え物、そしてニンニク、唐辛子、コチュジャン、最後に高麗人参のお酒もグラス1杯出てくる。食前酒やな。出してくれたものは無限にはできん。これを飲むと一気にサムゲタン屋さんに来たという感覚。もうこれだけで精つきそうや。店の壁にも書いてる。サムゲタン1杯で薬1包み分。本格的に熱くなる前に需要競争しとかなな。ほんで来た！人参酒を飲んだ俺はぐる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 。あとは寝てるが鳥は羽ばたいていくぜローリング。まあ正直人参酒じゃ足らんわな。テーブルが6つぐらいしかない小さな店内で俺も手足をバタバタ暴れていくぜ。いっぱい。飛びすぎたら天井にぶつかってまうで。散る前にもう一洗い春の道。ありがとうございます。さていっぱい入れたしどっちにしよう。やっぱり迷ったらひとまずは角的。早くも2個つかみ。噛むと一気にガマちゃんの苦味が酸味に変わる。この酸味は後で絶対にサムゲタンに合うでって思ってたら80分の1がいきなり目の前に現れる。こきよー。
現れた。見た目もシンプルなサムゲタン。上に振りかけられたネギを少し避けてスプーンを一気に入れていく。スプーンから伝わる何の抵抗もなく入っていく柔らかさ。湯気に乗っかって中からはいい匂いがしてきた。じゃあまずは何といってもこのスープからやな。熱々やから気をつけて一すすり。淡白の極み。でもしっかりと味は出てる。こういうの好き。じゃあ次は大本命のお肉やな。一口目やから大きく取る。取りすぎたと後悔する前にもう口はフーフーを始める。ここで始まる校内との外交交渉。そこから大きく一口。早くも夏の準備をし始め、甲高い鳴き声とともに鳥ダンスに明け暮れてる。口の中で吸い付くようなこの柔らかさ。でもしっかり鳥の繊維を噛んでるぞという歯ごたえもある。これなんよ。骨は気をつけて救出。旨味がずっしりと構えるこのサムゲタン。骨を取ると静かに残るパラダイス。そうなるとこれ。一口入れるとやはり予想は確信に変わる。パリパリとした音の向こう側でエキスと酸味が混ざり出す。ほら、やっぱり鳩のようには寝てられん。トゥッペキの中でガマちゃんも入浴したいと小さく聞こえた。鶏肉の中にはもちろんもち米。サムゲタンの隠し玉。スープの旨味もぎゅっと抱きしめ、ダブル主役の完成版。きたきた。ずっしりと感じる足のお肉。見ただけでもうプルプルさはビンビン感じてるで。やはりこういうお肉は手づかみでいきたい。羽ばたいていかんように静かにフーフー。そして思わずパクリ。ほら、手は引き抜くだけ。これはご褒美。玉ねぎの和え物。見た感じ、ささっと作ったようなこのおかず。でも一口でみずみずしさが一気に溢れ出す。これもサムゲタンによう合う。やっぱりサムゲタンはこうガツガツいかな。スプーンにいっぱい一口で。あれ、そういやこれがあったんか。やっぱりこれは入れていかなあかんやろ。スライスされたニンニクを適量滑り込ませる。普通ニンニクはそのままの形で出してくれる店が多いっていうイメージやけど、ここはスライスなんやな。ニンニク欲張って取ってもうたけど、桜のように一枚落ちる。ふわりとニンニクの香りも継ぎ足され、一段階グレードアップした味になる。こうなってしまうとうずき出す。俺の両羽が一気に羽ばたき出す。スプーンの上にはお肉を乗せる。羽を広げた俺はガマちゃんを一気にググッと。もう一つの羽でプリップリの鶏肉とスープを流し込む。味の輪郭を整えるためにこの角的一つの流れの完成形。やはりサムゲタンといえば湯船に浮かぶこの高麗人参。味は強い。でも自身の存在は静かに主張する。一口で体が強くなった気がする。やはりこいつも欠かせない夏目。スープの中ではずっと無口。でも柔らかくて甘い。スープの中のセラピスト。ほんでさっきちょっと見えてたんよな。いた。ひときわ目立つ黄色い銀杏。俺銀杏好き。小さいけれど主張が強め。ここを過ぎる。好き。一通り食べると原点に戻ってくる。両羽がバタバタし始める俺。そう、次はこいつなんよ。溺れる角敵を救出してお肉の上に優しく着地。これを見てたら未来が見えた気がしたんよね。チロリ、そういう時は迷わず準備。ガマちゃんも鳥に負けず大きく跳ねる。グラスは一気に天を向き始める。一気に一口。このコンビネーションに俺はうなる。食べてるだけで健康になってるようなイメージ。だから心にも余裕ができんねやろな。気づいたら掴んでた唐辛子。
正直見た目で辛そうやなって思うねんけど、うまいもん食べてたら我慢できん。備え付けのコチュジャンにつける。なんか帽子かぶってるみたいになってもうた。一気にかじる。ええ音。あれ、ちょっと待って。めちゃめちゃ辛くもないし、辛くないこともない。こんな中途半端な形で幕は上がる。바람을 넣대 퍼지는 화치주바이 너 향기 야사시쿠 흐물흐물 토리노 포 헌내와 하나 둘이야 셋이었네 눈가가 아츠쿠 에기스가 니지무 깍두기야 가쿠 어제 이 캔가 같아 산미가 지금의 올해에겐 딱 껴같다 담아내기 단맛에 마음이 허그레대 아노히노 카토 모이치도 들여다봐 정수기 미스가勝手に 흘러넘치고 꽃기요 사캔데 뭐 도둑간겠지만 국물로 국거로 나가시 보내면 고추 한 입에 스코시 나이타 놓아 히미투로 해줘もう結構食べてきた。メニューにはサムゲタンしかないけど、その下に追加の麺って書いてある。サムゲタンに麺。麺はあらかじめ頼んでいただくともっと美味しく食べれます。そりゃそうよね。ちょっと俺遅すぎた。それで諦めることはできるか。 이게 면살이 조금은 살이. 예 국물이 좀 많이 없어졌는데. 아 그래요? 국물을 좀 여기다 넣어서 같이 해드릴게요. 아유 감사합니다. 申し訳ないときは小声になる。감사합니다。てか、社長めちゃくちゃ親切な方やねんけど、もうそれだけで胸いっぱい。スープも足していただいてめちゃめちゃ熱くもしていただいた。あかん。感動しすぎて動きが止まる。感謝の一杯を捧げよう。まずはこれを飲んでから、この熱々の麺と対峙していこう。ちゃっかりお箸も準備。麺を入れる前のお清め。ぐぐっと。すかさず麺を取っていく。サムゲタンに締めの麺か。期待大。最初はもち米でお腹を満たし、残ったスープに麺を入れる。麺料理好きな俺からしたら最高の贅沢。あんだけブクブク言うててんから熱くないはずはない。本能に従うと怪我をする。すぐ治療。新しく出してくれたお皿に麺を移していく。なんで最初から使わんかったんや。でももう十分この麺にもスープが染み込んでるはずや。無駄な名残惜しさにお箸は止まらない。ええ感じ。おい、後から来たくせに完全に空気を変えやがった。しかも初対面とは思えない馴染み方。裏口入学とはこういうことや。いざすするすするエンドレス。
鶏肉から出たスープってうまいよな。だから麺にも合うよな。骨は捨てよな。気づいたらもうこれだけ。一気に皿の中にある麺たちを口の中に入れていく。最高の一食やった。お口直しにダブル確定。再び味の輪郭をこいつで描いてやる。せっかく追加してもらったスープや鶏のエキスをふんだんに体の中に入れていこう。やっぱり両羽はここでもバタバタ動く。もう一杯。体の底の底からジーンとあったかくなる。さて、そろそろこいつも最後の一杯くらいになってきた。ガマちゃんも今日は門干しんできたはず。だから最後の一滴まで。美味しいサムゲタンと親切な社長さん。そしてこの小さいお店で最後の一杯。残ったスープもぐぐっと飲むと、両羽じゃなくて足がバタついてた。トンデムンヨクサムナコンオン駅にある小さなサムゲタン屋さん。メニューがサムゲタンしかなく、締めで麺も入れられる。サムゲタンのところはトゥッペキいっぱいで体が丈夫になったような気がするところ。いやー、大満足や。ちょっと歩いてくると、あれ？この辺見覚えあるぞ。そう、以前来た手地カルビのお店。すぐそこで練炭で焼いてくれんのよ。店内でも食べれるけど、夜になったらこの道にテーブルとか椅子が並べられんのよ。木蓮の花と桜の下で食べれたら最高よね。なんて思いながら、今日の食物語はこれでおしまい。チャイモゴすんだ。